あなたは身に覚えのない罪で責められたことはありますか？遡ることおよそ4年前の2018年8月29日、舞台はメキシコ中部の町アカトラ。ふざけやがって、自分が何をしたか分かっているのか？警察署の前で民衆から怒号を浴びせられているのは、この日連行された2人の男性。押し寄せた民衆は事情聴取を終えた2人に暴行を加え始め、もみくちゃの状態に。リンチの様子は野じ馬によってライブ中継されており、配信のコメントではターゲットにされた男性の母親が2人の無実を必死に訴えていました。息子は悪いことなんて何もしていないんです、誰か止めて。祈るような気持ちで画面を見つめる男性の母親。そして次の瞬間、事態は思わず目を覆いたくなるような展開を迎えたんです。お前たちには裁きが必要だ。そう言うと民衆はリンチしていた2人の体に火を放ったんです。民衆から凄まじい怒りをぶつけられる2人の男性。2人が生きたまま燃やされるに至ったその理由とは？騒動の裏に隠されていたのは、現代社会特有の愚かな思い込みだったんです。オフィスにある王毅将軍のフィギュア、思ったよりでかいよ。ケンちゃんです。ブンブンチェンソーヤミコです。本日ご紹介するのはメキシコで起きてしまった暴行リンチ事件なんですけど、警察署で事情聴取を受けていた男性2人が詰めかけた民衆によってボコボコにされてしまうというとんでもない事件なんです。民衆からそんな反感買うって何しでかしたのよ、その2人は。その民衆を収められないメキシコの警察とかもそうですけど、海外ってそういうのなんか多いですよね。暴動に政府機関が勝てないみたいな、メキシコの社会情勢とかいろんな複雑な要因が絡み合った事件なんですけど、発端となった出来事から見ていきたいと思います。2人の犯罪者。遡ることおよそ4年前の2018年8月29日、メキシコ中部の町アカトラ。幼い子供の命を何だと思ってるんだ、そいつらを絶対に許すな。警察署の前には大勢の民衆が詰めかけていました。非難を浴びせられているのは事情聴取を終えたばかりの2人の男性。民衆は怒りに身を任せ、彼らに暴行を加え始めます。リンチの様子はライブ配信されており、多くのメキシコ国民がその様子を見守っていました。民衆たちは一体何を理由にここまでの怒りをあらわにしているのでしょうか。その理由はアカトランの街で頻発していた誘拐事件。男性たちは子供の誘拐で街を不安に陥れた張本人として民衆たちから怒りの矛先を向けられていたんです。結構な極悪人じゃない？ちょっと一般人がね、手出すのがはばかられるけど、反感買うのは当然よ、これは。そうなんですけど、事情をよく見てみると、そうとも言えないという。何と言えるんだろう、これは。そうとも言えないし、ああとも言えないし、言えないんです。警察の事情聴取を受けていたのはリカルド・フロレスとアルベルト・フロレス。20代前半のリカルドと40代のアルベルトは叔父と甥の関係でした。この日2人は路上で酒盛りをしていたんです。今日は用事が早く済んでよかったね。ああ、お前が来てくれて助かったよ。酔いが回るうちに2人の話し声はどんどん大きくなっていきます。街行く人々は迷惑そうにその様子を眺めていましたが、2人は気がつかず酒盛りを続けていました。すると近隣の住民から通報を受けた警察が2人に声をかけに来たんです。すいません、周辺住民から苦情が入りまして失礼ですが事情を伺っても？迷惑だったか、すまんな。ちょっと休憩していただけだよ。そう弁明するアルベルトでしたが、言動に怪しさを感じた警察官は2人を署まで連行することに。するとそれからすぐ一部始終を見ていた近隣住民によって次のような SNS 投稿が行われたんです。誘拐犯が捕まったぞ。2人はただ連行されてただけなんでしょう。なんで誘拐ってなんだよ。普通に考えたらそう思いますし、なんか短絡的すぎるですよね。でもその時のメキシコの社会情勢を鑑みると分からんでもないなというのが正直なところではあるんです。近年メキシコでは臓器売買を目的とした誘拐事件が多発しているんです。2018年のメキシコ政府の発表によると、メキシコ国内の行方不明者は過去10年で3万人以上。そうした状況からアカトランでも誘拐事件への不安が高まっており、住民たちは不審者に対して敏感になっていたんです。リカルドとアルベルトについても彼らの動向を調べた近隣住民が誘拐犯である証拠を掴んでおり、その情報はすぐに拡散されていきました。こうして2人が連行された警察署の前に怒りを覚えた民衆が詰めかける事態になったんです。2人に同行していた警察官は民衆の怒りを抑えようと必死の形相で叫んでいました。そして警察官が訴えかけていたその言葉には驚くべき事実が隠されていたんです。この2人は誘拐事件とは無関係です。嘘でしょ、住民が誘拐の証拠を掴んだって言ってたじゃないのよ。実はこれいわゆるフェイクニュースなんです。というわけで本日のメトラキーワード、みんなも気をつけて、フェイクニュースについて。
フェイクニュースとは主に SNS やネット記事などを介して虚偽の情報が拡散される現象のこと。マスコミの変更報道で情報が誤認されるケース、個人メディアがアクセス増加のために情報をねじ曲げるケースなど、原因は多岐にわたります。日本国内の事例では2016年に熊本の地震の発生により動物園からライオンが脱走したという虚偽の情報が拡散される事件が起こっています。情報発信を行った男性はいたずらのつもりで虚偽の画像を SNS に投稿。記載の不安も相まって多くのユーザーを混乱させる事態に発展しました。このように SNS が主流となった現代ではユーザーが事実確認をせずに情報を拡散してしまうケースが頻発しており、強く問題視されているんです。じゃあ何これ誘拐犯の証拠掴んだっていうのも虚偽の情報だったってこと？そういうことなんだよね。実際のところその日2人は一体何をしていたのか、証拠があるよと SNS で拡散した住民、その証拠って一体何だったのか、早速見ていきたいと思います。フェイクニュースの裏側。警察署に連行されたうちの一人、リカルド・フロレスはアカトラン郊外で育った青年で、普段は法律を学ぶために遠方で暮らしていました。事件当日は故郷に帰省しており、農業を営む叔父アルベルトの仕事を手伝っていたんです。この日、二人は買い出しのためアカトラン市内を訪れていました。そして資材の購入を終えたところで一休みしながら路上で酒盛りをしていたんです。警察が彼らに声をかけた理由は、あまり大声で話すと近隣住民の迷惑になる程度のものでした。そこからなぜ二人が誘拐犯だと勘違いされる事態になってしまったのでしょうか。実は事件の裏側ではこんなやり取りが行われていたんです。また誘拐事件か。15人の子供が無残な姿で見つかったって物騒だよな。うちの近所だから怖いわ。2018年8月29日、メキシコの SNS 上では相次ぐ誘拐事件の話題で持ちきりとなっていた。臓器売買のために誘拐された子供が遺体で見つかったという噂がアカトランの周辺でもたびたび囁かれていたのだ。そう、全ては確証のない噂。しかしアカトラン市民の不安は爆発寸前だった。そんな状況の中、一人のユーザーが次のような投稿を行う。さっき誘拐犯が警察に逮捕されたぞ。俺は奴らの車に鎖が積まれているのを見たんだ。あれは子供を捕まえて縛り付けておくためのものに違いない。市民の不安を煽っていた元凶がついに正体を現したというその情報に釘付けになるユーザーたち。どこの警察署だ？俺が行って叩きのめしてやる。みんなで面を拝みに行ってやろうぜ。情報は瞬く間に拡散され、アカトラン市民たちは誘拐犯に仕立て上げられた二人への怒りを募らせていった。はぁ？車に鎖が置かれてたってだけでそれが証拠だっていうの？そうなんだよ。たったそれだけのものにいろんな憶測が、尾ひれがバーってついてリンチ騒動になったんですよ。車にチェーンがあった。俺5キロぐらい積んでるよ。逆に怖いわ。あんた何してんの本車で。当にクラピカの練習して、クラピカになろうと思う。リカルドとアルベルトが誘拐犯だと最初に SNS に投稿した近隣住民は、2人が乗っていた車の中を覗き、彼らの動向を詳しく調べようとしていました。すると大量の酒瓶に紛れて用途のわからない鎖が積まれているのを目撃。住民はそこから2人を誘拐犯と判断し、急いで SNS で情報共有を行ったんです。そして1人また1人と投稿を拡散する者が現れるうちに、誰も情報の信憑性を疑わなくなっていきました。こうして2人に怒りを覚えた民衆が警察署に集結。その数は最終的に100人以上にまで膨れ上がったんです。なんでみんなそれだけの情報で誘拐犯だって確信しちゃうとこまで行っちゃうわけ？普通に考えたら、ちょっと待ってってならない？まあなんか SNS ってさ、多数派の意見が正しいように見えちゃう時ってあるじゃないですか。例えばすごいフォロワーが多い人とフォロワーが少ない人がバトってた時に、なんかフォロワーの多い人の方が合ってそうだよねって普通に思っちゃうんですよ。でもみんな本当に気をつけてほしい。僕らもそうですよ。アルゴメトリーが言ったから正しいよねとかじゃなくて、誰が言ったのかっていうのはまあ大事ではあるんですけど、それよりも情報の正当性をしっかりと吟味して判断していただきたいですよね。そういう人が増えればこういうことも起こりづらくなってくるわけなんだよね。そんな紆余曲折があって警察署の前に民衆が集まってしまったんですけど、この暴動っていうのはさらに激化していってしまうんです。民衆の強行。やめてくれ。俺たちは無実なんだ。何もしていない。リカルドとアルベルトが必死に弁明しようとも、警察が止めに入ろうとも、二人に襲いかかる民衆の勢いは防ぎようがなかった。ふざけるな。自分たちが何をしたのか分かっているのか。そうやって暴行が激しさを増していく中、拡声器を使ってこんなことを叫び始める男がいた。おい、俺がガソリンを買ってくる。みんなカンパしてくれ。すっかり頭に血が上った人々は揃ってこの男に金を渡し始める。すぐにガソリンを買いに行った男はリカルドとアルベルトにそれを浴びせかけた。やめてくれ。本当に何もしていないんだ。二人の懇願も虚しく、ガソリンを巻き終えた男はそのまま火を放った。生きたまま火つけたの？
誘拐犯だとしてもやりすぎじゃない？明らかに本当に恐ろしい話ですよね、みんなその場の雰囲気に流されちゃったんだと思うんですよ。暴れたいだけとかって思っちゃうわよ。2人の体に火がつけられたその時、実は甥のリカルドは度重なる暴行によってすでに絶命していました。しかし叔父のアルベルトにはまだ息があり、彼は生きながら燃やされる苦しみを味わうことになったんです。リカルドとアルベルトの体に火がつけられる様子は野獣馬によってライブ配信され、多くの視聴者を集めていました。アカトラン郊外で暮らすリカルドの母マリア・フロレスもそのうちの一人。マリアはライブ配信のコメントで2人の潔白を何度となく訴えていました。やめてください、2人は私の家族です、何もしていません。必死に真実を伝えようとしても大量のコメントに流され、人々にその声が届くことはありません。涙を流し震えながら画面を見つめていたマリア。そして次の瞬間、彼女はさらに信じられない状況に直面することになるんです。そんな、どうして？なんとリカルドたちに暴行を加える民衆の中に彼らの親戚が混ざっていたんです。リカルドとアルベルトが言うことよりも民衆の方を信じたってこと？親戚が。その場の雰囲気とかいろんな要素がそう信じざるを得ないような状況だった。そしてそれを作り上げてしまったんでしょうね。この事件が終結した後、人々には真実が伝えられたんですけど、それを受けた人々の反応もまた非常に胸くそが悪いものだったんです。終わらない避難。事件から2時間後、リカルドの祖母ペトラが現場に到着しました。そこには見るに耐えない状態で放置されているリカルドとアルベルトの遺体が。アルベルトの目にはまだ涙の跡が生々しく残っていたといいます。誰もおかしいと思わなかったの？怒りをあらわにして叫ぶペトラでしたが、民衆はすでに散り散りになっており、その声に耳を貸す者は誰一人としていません。残った民衆たちも皆他人事のように遺体が片付けられる様子をただ見ているだけでした。この後、民衆を扇動した5名と殺害に関わった4名に逮捕状が出されましたが、全員が逃走しており、結局見つからずじまいになってしまったんです。2人も亡くなってんのになんでそんな軽薄なわけ？まあ後々勇気を出して名乗り出るっていうのが難しいのかもしれないんですけど、もう亡くなっちゃってますからね、正義の面して人を殺したのに、自分たちがいざ悪の立場になったら名乗り出ないっていうのは本当人間って都合いいなというか、よくも悪くも人間だなというような事件ですよね、これ。事件から数日後、アカトランの地元メディアでは騒動の真実を伝えるニュースが報道されていました。殺害された2人は誘拐犯ではなかったこと、偽の情報に扇動され人々が集まったこと、ニュースを見た人々のほとんどは亡くなった2人に追悼の意を表していました。しかしこの後に及んでもまだ2人にも非があるという意見がちらほら見られていたんです。亡くなった青年は車を盗んだ前科があるらしい、大学時代は密輸にも関わっていたらしいぞ。つまり2人が犯人ではないと分かったその後も、普段から素行が悪かったのだから疑われても仕方がないと指摘する人が後を絶たなかったんです。こうした SNS 上の意見を目にした記者は、事の真相を確かめるためコメントを書き込んだ人たちに取材を行うことに。するとここでもまた衝撃の真実が判明するんです。彼らが書き込んでいた情報は全て噂を聞いたことがある程度のものだったんです。事件が終わってもなお2人の尊厳はこのような不確かな情報に傷つけられることになりました。噂が原因で事件に発展してんのに何も学んでないじゃない。悲しいけどね、人間の意識ってそう簡単に変わんないんでしょうね。事件から約2ヶ月後の2018年10月24日、リカルドとアルベルトの追悼式では約30人の親族が彼らの殺害現場に集まっていました。リカルドの父ホセが十字架を現場に置くと、親族たちは深い黙祷を捧げます。事件を振り返ってリカルドの母マリアは言いました。この場所にいるのはとても辛いです。全ては根拠のない噂で我を失った人たちのせいなんです。 SNS でのやり取りが当たり前になった現代において、フェイクニュースによる事件は私たち日本人にとっても決して他人事ではありません。目の前の情報を鵜呑みにせず正しい判断を下すために SNS やネットの情報源に頼りすぎないこと、書き込まれる様々な意見と適度な距離を保っていくことが重要なのではないでしょうか。